今回はスーパー帰りの食材で11品の下味冷凍、冬の食材でドンと作っていきます。整理してメニュー決めから。日に日に寒くなるので白菜や大根、温まる生姜などの冬の食材を意識しつつメニューを決めました。準備して始めていきます。いつものセットを整えたら行きましょう。月曜は息子の塾だったので早お迎えにお迎えに行ったら、いきなり元気がなくなってフラフラするって言うんです。先生に聞いてみたところ、変わらずめっちゃ元気でした。で、息子を見たら、本当はきつくないけどキャベを使ってみた。でへって。キャベを使う年頃になったんだと感心しつつ塾に連れてった一日でした。さて、あっという間に調味料。今回はお味噌も入れていきます。混ぜて袋に流します。柔らかくしたくて塩麹も入れておきます。本だしを入れたらもう完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管していきます。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。余裕があればアクを取って煮ていきます。豚肉の旨味と白菜でほっと温まりました。白菜ってかさ増しができるので火曜日のレシピにも付け加えました。残りの白菜を入れたらひき肉を詰めます。上からまた白菜をひき肉を潰さないように重ねて入れる。調味料を加えていきましょう。水 400ml にみりんと醤油大さじ2、鶏ガラスープの素大さじ1、にんにくチューブとウェイパー大さじ1を入れて混ぜます。ウェイパーは溶かしづらいので、ある程度混ぜたらもうそのまま入れます。ダマになってても大丈夫です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。フライパンに出したら蓋をして中火で火をかけます。ある程度煮立ったら少し混ぜて、お肉に火が通ったら水溶き片栗粉を入れてグツグツさせます。お好みでネギをかけてとろみがついたら完成です。ご飯と一緒に中華丼風にしていただきます。とっても美味しかったです。火曜の2品目は大好物のごまの唐揚げ。寒暖差が激しくて体調不良が続いているので、好物を入れて食欲をアップさせます。手羽中に調味料とごまをたっぷり入れます。甘口醤油がなければ醤油で大丈夫です。空気を抜いて冷凍庫へ保管。解凍は水で解凍しました。ここに片栗粉を加えます。ごまが入っているので完全に混ぜらなくても OK です。油を薄く敷いて170度で煮ていきましょう。鉄の中華鍋で揚げたら火の通りがとっても早くて、お肉が柔らかく仕上がりました。焦げには注意です。でも美味しかったです。今日初めて息子の好きな子を聞いてキャーって騒いだんですが、その子に優しいから好きって言われたって世間面しながら話している姿を見て、さらにキャーってなった一日でした。醤油、みりん、酒は1対2対4、お砂糖大さじ2、生姜チューブ2センチ、塩麹はあれば入れてください。水 110cc に味噌を溶かしていきます。溶かして入れるとサバになじみやすいです。味噌を混ぜて溶かして袋に詰めていきます。これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。今回も水で解凍しました。弱めの中火で裏返しながら煮込んだらすぐに出来上がります。優しい甘みがあってとっても美味しかったです。勤労感謝の日で保育園がお休みだったので、イオンと温泉に連れて朝からお出かけしました。クリスマスツリーが綺麗で2人でテンションが上がった一日でした。今年も早い。玉ねぎは厚切りで豚肉を入れたら調味料を入れます。醤油大さじ3強、酒大さじ3、みりん大さじ2、お砂糖大さじ1、ごま油は小さじ1、生姜チューブ2センチで完成。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は毎度のこと水で解凍しています。火は弱めの中火で途中ひっくり返して煮ていきます。火が通ったら完成です。お肉が柔らかくてとっても美味しかったです。
鶏皮は安いので週1買います。塩を振った鍋でさっと火を通して細めにカットしていきます。できるだけ温かいうちに味付けをする。これが大好物でたくさん作ってもすぐになくなります。味付けはいつも目分量ですが、ポン酢を多めにしています。タレをさっと混ぜて砂糖小さじ2。ごまはダイレクトで完成。少し冷蔵庫で冷まして冷凍すると味がしっかり絡みます。袋に詰めて冷凍庫へ保管しましょう。空気を抜いていつでも食べられる酢物に。自然解凍もしくは水で解凍するだけです。たくさんおかわりしてくれました。木曜日のおかずは卵焼きも添えてスープと5品でした。美味しかったです。寒いのであったかい煮物が食べたくなる季節。大根は冷凍すると食感が少し変わりますが、水と味の素でつけておくと水分が抜けづらくなり美味しいです。鶏肉と水を切った大根を詰める。調味料を入れていきます。醤油大さじ3、砂糖大さじ2、酒とみりんは大さじ1、あればでいいですが塩麹を大さじ1。これで完成と思いきやネギが余ったので追加で入れています。ぎゅうぎゅうですが大丈夫。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。途中アクを通って火が通ったら完成です。大根しみしみでとっても美味しかったです。金曜の2品目はたけのこが食べたくて炊き込みご飯にします。特に何かするわけでもないんですが、金曜の夜ってなんか嬉しい。たけのこは中を切って薄切りに、人参も薄切りです。袋に詰めたらぶなしめじも入れます。きのこなら何でも OK です。醤油大さじ1、酒とみりん大さじ2、あごだし大さじ2、めんつゆ大さじ2、砂糖小さじ2。空気を抜いて冷凍庫に保管します。3合炊きで洗ったらつゆを入れて、水を 2.5 合炊きの目盛りに合わせてから具材を入れる。 30cc の水を加えて炊飯します。香りと出汁の塩梅がよくってとっても美味しかったです。今日は6日分、土曜はちょっとだけ居酒屋メニューにしました。簡単なメニューを3品作ります。長ネギを1本のうち根元側をみじん切りにしたら、残りは斜めにカットしていきます。砂肝って牛タンみたいな食感で大好きなんですが、上側を薄く切れ目を入れて縦横にカットします。こんな感じです。カットした砂肝と長ネギを詰めて調味料を入れていきます。酒大さじ 1.5、 鶏ガラスープの素大さじ1、レモン汁小さじ1、にんにくチューブ3センチ、ごま油大さじ 1.5。 空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。火は中火で入れていきます。火が通ったらひっくり返してレモン汁を少し足して完成です。とっても美味しかったです。山芋鉄板は定番なので少しアレンジをしてタコを入れていきます。大きさは食べやすい大きさに切っています。片栗粉大さじ2から3入れたら揉み込んで匂いを取りをします。その間に山芋をカット、厚めのいちょう切りにして袋に詰めます。一旦封をして麺棒で潰していく。粒が小さくなったらタコを入れて、あとは調味料です。山芋の量にもよりますが、片栗粉大さじ2から3、あごだし大さじ1、卵1つ、コーンを加えたら完成です。水で解凍しました。弱めの中火で蓋をして片面が焼けたらお皿でひっくり返します。もう片面焼く前にチーズをかけて蓋をする。
息子も私も大好きな山芋とタコのお好み焼きです。美味しかったです。もやしのナムルは超簡単。袋のまま移し替えます。鶏ガラスープの素小さじ2、醤油大さじ1強、ごま大さじ 1.5、 これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水か冷蔵庫で。もやしの水分が出て調味料と混ざるのでそのまま食べられます。美味しかったです。もう12月に入りましたね。掃除とイベントと家事とやらなきゃいけないことが盛りだくさんの月で焦ってます。本日は6日分の下味冷凍をご紹介しました。皆様もぜひ作ってみてくださいね。クリスマスの食器をご紹介しつつエンドロールです。